RX7 の FD3S という方ですね。グレードはタイプ R。Welcome to our channel. Enjoy our new content with English subtitles, created for our global audience. The featured cars in this video are available worldwide. 66,450キロ。これはとてもおすすめの1台だと思ってます。はい、よし君こんにちは。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 はい、今日もやっていきましょう。はい、本日は9月の13日1時3分、はい、気温は32度。でもこの中は涼しいですね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ始めましょう。今日紹介するこちら、RX7 の、FD3S という方ですね、はい、の、年式でいうと平成12年式、はい、11月登録で、前の動画でもちょっと説明しましたけど RX7 ってマイナーチェンジ何回も行っているので、はい、型のことを1型2型3型とかっていう言い方をしていくんですね。はい、で、最終型が6型まであると。はい、でまあざっくり言うならば56型が後期モデルって言ったらいいかな、はい、っていう感じなんですけれども、この車に関しては6型、はい、の最終モデルになります。で、グレードはタイプ R、RX7 はいろんなグレードがやっぱあって、はい、この車は前もお話した通りその特徴があって、正確にはちょっと違うんだろうけど同じ型式、はい、同じエンジン積まさってるんですけれども馬力が違いましたよね、はい、グレードで、はい、覚えてますか？細かくは覚えてないです。覚えてないですよね、はいはい、グレードによってタイプ RB とかだと265馬力なんですけれども、はい、この車はタイプ R なので、純正で280馬力の車という形になってます。で走行距離はなんと66,200キロだったかな、はい、ちょっと待ってね。嘘です。66,450キロ、66,500キロか。そんなに走ってない。全然距離が少ないという形の車を紹介させてもらえればと思います。はい、よろしいですか？はい。はい。じゃあ本日よろしくお願いいたします。はい。じゃあ早速ですね、社外品の説明をちょっとさせてもらうと、はい、ただこれまだちょっと入ってきたばっかりで。はい、毎度のようにあんまりちゃんと見てないですけれども、車外のフロントのエアロバンパーでしょ、はい、はい、がついてますね、はい、であとはボンネットですね。これ藤田エンジニアリングの魔王スペックだったかな、はい、のカーボンボンネットがついているという形になってます。で、車庫帳が、リライブっていうメーカーだったかな、はい、の車庫帳がついていて、で、アルミホイールが、アドバンの17インチですね、はい、のホイールに、タイヤもアドバンネオバ AD09 がついているという形でございます。はい、で、サイドリアはエアロなしで、このスポイラーはね純正のリアスポイラーですから、はい、であと車外マフラーが、メーカー不明だったんだよね、分かんなかったんだよね、書いてないんだね、はい、はい、という形のが入ってます。あとは、ボンネットの中、HKS のエアクリーナーのフィルター交換タイプかな、はい、と、HKS のブローオフバルブがついてて、タワーバーがついて、あとはセキュリティか、クリフォードのセキュリティとか、カロッツェリアのオーディオ、はい、あとはターボタイマーか、ここら辺がついているという感じの、こんな感じの内装になっております。はい、大丈夫ですか？はい、はい、なので、本当に純正プラスアルファぐらいの、一番シンプルで誰にでも乗れて誰にでも買いやすいような、はい、そういう仕様の、1台じゃないかなと思っていて、で走行距離もね少ないから安心じゃん、はい、はい、っていうところがあります。値段はちょっと多分結構高くなっちゃうと思うけど、それなりにしますので、ただ車に関してはセブンの中では万人受けする仕様、しかも色もね純正の、これ色替えなしで純正のブルーなので、はい、っ
っていう形なので、誰でも乗りやすいんじゃないかなっていう、かなりおすすめの位置が入っていたという形でございます。OK ですね。じゃあ、細かくちょっと見ていくと、じゃあボンネットの中見てみましょうか。エンジンルームもね、かなり綺麗なんですよ。あ、水がこんな感じで、これもさっきね軽くパパって吹き上げしたあげただけだけど、ちょっとねここら辺傷がちょこちょこっとあったり、よく見るとここら辺とか錆が出てきそうかなっていうのはありますけれども、結構綺麗で、さっき言った HKS、純正交換タイプじゃないや、あれだわ、フィルター交換じゃなくて普通のエアクリだ、に、ブローオフバルブね、であとはですね、クランクプーリーとかここら辺もですね書いてあるんですね。これ藤田エンジニアリングで変えたやつなんですけどね、っていうのが書いてあると。かなり綺麗でしょ。綺麗です、っていう感じなんですよ。でボンネットは結構軽いで、ちゃんとボンネットピンもついてるので安心という感じですね。セキュリティもちゃんと入ってると。ここら辺なんかもブレーキブースターなんかも綺麗ですね。結構これも錆びるんだけどね、交換してあるんでね。あとはなんだっけな、パワーステだっけな、パワーステポンプかオルタかな、もうリビルトに変えたってお客さん言ってたんだよな。でもなんかこれはそんなに新しくなさそうだな。そんな感じでございました。じゃあエンジンかけてみましょうか。お願いします。そうだ、あとクイックシフトも入ってるんだ、車外にいるなら。アイドリングも安定してるし、いいんじゃないですかね。ただまださっきも言ったように入ってきて整備何もしてないので、お客さんに販売する前はもう一回点検をして、いかんせんこの車はプラグがめっちゃかぶるんで、多分ここでまたさ何日かアイドリング移動ストップアイドリング移動ストップとかってやってたらまたかぶっちゃうと思うんで、納車前にはプラグとか変えて渡すような感じになると思うんですけれども、一応そんな感じでございました。OK ですね。でブローオフがここがついてるんで、まだちょっとエンジン温まってないかな。だいぶ温まってるな。ちょっと踏みますね、軽く。シコッって音がするでしょ。そうですね。であとはじゃあついでにマフラーの音の方もいきましょうか。ちょっとすいません、僕の段ボール当てていいですか。俺の GTR が排ガスだらけになっちゃう。飛んできます。いいか。これアイドリングの音でね。で今3000回転ぐらいか。じゃあ吹かしますよ。こんな感じですね。やっぱセブンっていい音するよね。いい音ですね。いい音と、あとこの独特のロータリーの回り方というか、俺は自分で乗ってるんで GTR が一番好きなんですけど、じゃあその次何が好き、スポーツカーで何が好きって聞かれたらセブンって答えるかなっていう感じですね。マフラーは、さっき言った車外マフラーがあって、触媒はノーマルか。だね。
ちょっと見づらいかな。そうだね、触媒ノーマルだね、っていう感じでございます。まあ車検ももちろん多様なので、っていう感じでございました。じゃあ次は内装を見てみましょうか。まあさっき言ったように内装はもうほとんどノーマルです。シートもノーマル、ハンドルもノーマル、シフトノブも剥げちゃってるけどノーマルみたいな形なので、でメーターはタイプ R だからだったかな、確か白いメーターかな。タイプ RB とかだと黒メーターになったかな、確か。でハンドルはナルディと純正ですね、がついていたりします。お決まりのここの割れてるのとかもなく、ちゃんとダメだダメだった。まあ、一応動きます。はいって感じですね。あとはここはニーパッドか、これはついてたりしますね。はい、ヘッドライトもちゃんとリトラも大丈夫と。大丈夫ですね。はい、っていう感じでございます。じゃあ後ろ行ってみましょうか。よいしょ。このタイヤハウスに関してもまあ特段、まあちょっとこれ外さないと見えないんだけどさ、まあ確認しました。綺麗です、っていう感じでシュークレーキもなしと。で下回りなんかも見てもらうと、まあこれもちょっと分かんないかな、写真動画だとまあだいぶ綺麗じゃないかなという感じですね。はい、OK ですか。はい、じゃあ続きまして、外装の傷を見ていきましょうかね。はい、外装の傷はまあちょこちょこあって、フロントバンパーはねこれめっちゃ綺麗なんですよ。割れたの直したんだもん、うちでバッキー屋さん出して、そうでフェンダーですね、ここら辺にちょっと傷があったりします。はい、ドアもちょっとここら辺、あれはワックスか、まあこういう小傷あったりとか、まあ、ここら辺もちょっと薄い線傷がありますね。はい、モーターもちょっとここら辺も薄い線傷、まあここら辺磨けば結構綺麗になっちゃうと思うけどね。はい、まあ、リアバンパーなんかは綺麗じゃないかなと思います。まあ、あとエクボがちょっとあったりとか、あとこっちがちょっとねフェンダーめくれがあるんだよね、ちょっともわってという感じでございます。まあそんな感じの外装の生地でございます。だからこれなんかだとこっち側から撮ってもらうと分かるんだけど、これ多分ね何のやろかな分かんないけど、もともとは多分サイドステップ車外なのか純正オプションなのかこうついてたんですよね、ここら辺で。わかります？ついてた後のそうこっちもそうかな、あるいはメミヤとかかな、わかんないけどね、これなんかもそうだね。だからそれを外しちゃったんだろうね。ライン的には何でしょう、FD 乗りの人がいればあれですけど、ここら辺から入ってるような感じなので。でもう一台うちはさ RE アメミヤのワイドフェンダーが入ってる FD を持ってるんですよ。今整備工場にずっと入りっぱなしなんだけど、まあそれが入ってきたらちょっと見比べてみてもいいかもしれないけどね。というこんな感じでございました。でですね、実はこの車こっからすごいっていうか、あれなのが、じゃあこのトランクでやろうか。よいしょ。お客さんの個人情報もありますのであんまり映せないんですけど、結構その履歴がしっかりしている車、何度も言うようにね、いつも言うようにまあ、オークションだとどこの誰が乗ってたか分かんない、でそれにその、まあ、記録簿とかがついてなければなおさら誰がどう乗ってたか分からないっていうのがあるじゃないですか。まあやっぱそこが一つの不安要素になると。でこれはやっぱりそのお客さんが乗ってた車を直接買い取ったっていうところは
結構ポイント高いと思ってるんですよ。はい。でさらに、まあ、いろんなものが揃ってる、例えば説明書とか、はい。まあ、これはナビのやつか、これはなんだ、まあ、こういう感じのものが、まあ、全部揃ってるっていうのは結構大きいかなと思っています。はい。まあ、これが新車時の保証書、はい。これもちゃんとお客さんの情報は消してますね。はい。まあ、消えてます、まあ、ちゃんとこの新車時の保証書がちゃんと残ってるっていうのは結構ポイント高いんじゃないかなと思います。はい。それに加えて記録簿もう消してあるから大丈夫よ。こんだけ残ってるからさ、すごいでしょ。そうそうそう。ちょっとね、もう年数がだいぶ経ってるんで、はい、薄く消えちゃってるのもあるけど、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、10枚かだね。令和3年57,500キロまでの10枚のこう記録簿があったりとか、でさらにここプラス11枚か、もう1個あるんだよね。これが直近かな。前回のこれ車検だな。前回の車検か。走行距離59,600キロ、637キロの時の点検で、まあ、もちろん12ヶ月点検やってあって、エンジンオイル、エレメント、冷却水、オイルフィルター、フロントリアのブレーキディスク、パッド、はい、ワイパー、まあ、ドレインプラグ、パッキン、ウォッシャー液、キーレスバッテリー、ファンベルト、パースベルト、まあ、この辺全部書いてある、はい、まあ、こういうのも直近ね、近いタイミング、半年前ぐらいか、はい、で6万キロぐらいでやってるっていうのは結構大きいんじゃないかなと思います。はい、でさらに、お客さんの方からいただいたので、クリフォードのセキュリティ、はい、これもミラージュさんっていうセキュリティで結構有名なところで、はい、やってあるので、はい、それも結構ポイント高いんじゃないかなと思いますし、令和5年3月、半年前か、はい、だね、ブレーキマスターパックシリンダーだからさっきの綺麗だったブレーキマスターでしょ、はい、とブレーキホース、キャリパーシールキット、リビルトコンプレッサー、エアコンコンプレッサーか、はい、ここら辺は、交換済みです。これは6月なので3ヶ月前ぐらいに純正エアーセパレータータンク、ファーンベルト、アイドルプーリー、NGK プラグ、プラグここで交換してるんだね、はい、これ藤田エンジニアリングでやってるんだけど交換してあります、はい、で、こっからこれは社外品なんだよね。藤田エンジニアリング魔王スペックボンネット、あとボンネットピンの交換、はい、これで21万円、今年6月、21万円、はい、アドバンレーシングナットで16,000円、アドバンレーシング RZ9J17 インチだから今履いてるやつだね、はい、アドバンネオバ2454017組み替えバランス税込み30万3,800円。売る直前にそこまで、まあ、直前って言っても3ヶ月4ヶ月前か。でもそうだね、直前っちゃ直前だね。この方ですね、はい、なんか GTR が欲しかったらしくて、で33の GTR あったでしょ、はい、あれをご購入いただいたお客さんなんですけれども、はい、やっぱりそれがいいということになってうちで下取ったという形なので、さっき説明したそのホイール、まあ当たり前ですけどめちゃめちゃ綺麗だし、タイヤも2023年23周なのでめちゃめちゃ新しいし、はい、っていうところとかあるという感じです。個人的にはだから、まあ、もちろんその車のコンディション、はい、ついてるパーツ、はい、まあ、色、走行距離、まあまあ修復歴もないしいいんですけど、はい、まあ、それに輪をかけてああいうやっぱメンテナンスしっかりやられてたとか、はい、お客さんが直接乗ってたとかで、しかも車検残ってるからつい最近まで稼働してたとか、はい、っていう車はかなりポイント高いと思ってるので、はい、これはとてもおすすめの1台だと思ってます。はい、はい、大丈夫ですか、はい、ずっとバーッと話しっぱなしですけど大丈夫ですね。はい、まあ、こんな感じかな。はい、では吉君改めまして、はい、本日は RX7 の、紹介動画でございました。はい、車の内容をもう一回言うと、平成12年式11月登録、西暦で言うと2000年式ですね。はい、はい、で、走行距離が66,500キロ、RX7FD3S 型の、グレードはタイプ R280 馬力のやつですね。シフトは純正5速マニュアルになっております。で、修復歴なし、純正のこの青のカラーとに、さっき説明したようにいろんなパーツが、まあいろんなパーツで、まあ、多少の社外品のパーツと、たくさんの点検記録簿か、とかがついている、とてもおすすめな、1台でございましたと。パワーウィンドウスイッチも直りました。よかったですね。はい、っていう感じでございます。吉君、何か質問あれば。ちょっと入ってきたばっかりなんで、はい、まだ決められてないとは思うんですけど、大体の車両価格とかって値段、はい、値段はですね、そうなんですよ、まだこれちょっと決まってなくて、はい、
いやこれねあれなんですよね、まあ、ちょっとホームページに載るのは、はいまだあと1週間後とかなので、まあ、はいその時にはさすがに値段出すと思うんですけど、はいなんかちょっとセブンの値段がぶっちゃけ今ねちょっと分かんなくなっちゃってて、はい分かんなくなっちゃってっていうのがなんかイメージ的にはこの内容でしょ450ぐらいなのかなとか400はちょっと安すぎるしはいまあ、当然仕入れ値もあるし、はいで450ぐらいじゃないかなとかって思ってたんだけど、はいこの間さ、まあ、これもちろん見せられないんだけど、はいちょっと待ってねいやこの間似たようなのがオークション出てて、はいそれがめっちゃ高かったんだよね。しかも先週だよ。まああわよくば俺それも買おうと思ったのよ。はいまあこれちょっとよしぼかし入れてもらっていいんだけどさ、はいまあ撮ったところで見せられないんだけどねあモザイクこれは、はい平成11年式のはいタイプ RS、はい走行距離6万1000キロぐらいでしょ。はいほんでさこの値段だぜっていうと税込みで500万オーバーじゃん、はいってなっちゃうじゃん、だからそうすると450だともっとこっちの方が年式新しいし、まあ距離はねどっこいどっこいだけど、はいでこっちの車 RX7 これ僕原車も見たんですけど、はいこれよりもこっちの方が程度いいからさ全然うんでオプションもついてるし記録簿とかもあるっていうのがあるので、それが500万オーバーだったらじゃあこれも500万オーバーじゃんって話になるじゃないですか。なりますねうんはただやっぱりさっきの車ははい1999年式なんですよ。いはいっていうことは何が絡んでますか？これは輸出ですかねそういうことです、はいそういうことなんですよ。だからこの車は多分売らないで持ってた方が車屋さん的には儲かるって話になっちゃうんですよ。そういうことですねそう、はいだからねすげえ難しいんだよね。だから多分今そのね変な話だけど400万で売ってはい1年後同じような車を仕入れようとしたら多分500万必要になるわけよ。はいだったら1年後まで持ってた方がいいじゃんっていう話になっちゃうじゃん。うんだからねすごく難しい車なのでちょっとそこはもうちょっとオークションの動向とか、まあ、相場感だよね、はい相場感を見ながら考えていこうかなっていうふうには思ってます。はいなので、まあ、ホームページ上がるぐらいには値段はおそらく出てると思いますし、まあ、出てなければアスクとか POA とかになってたらお問い合わせいただければという形でございます。はい大丈夫ですか？はいはい、じゃあそんな感じで本日ありがとうございました。ありがとうございましたパワーウィンドウスイッチも無事直り、そうだクラッチのスイッチやんなきゃいけないんだ。あとはクラッチカットスイッチはもう廃盤なんで、はいそのこのゴムのパーツを使って交換するのと、あとクラッチスイッチも交換したいんだな。はいっていう部品はもう頼んであるので、ちょっと作業やりながらまたやっていきましょう。じゃあ本日はありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いしますはい。